こんにちは、鉄言です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は大阪の岸辺にやってきました。こちらは JR 京都線の岸辺駅です。岸辺は吹田市になるんですかね。万博記念公園が近いようなんですけども、それで僕生まれてからずーっと大阪に住んでるんですが、ごめんなさい。岸辺のこと全く知りませんでした。本当にごめんなさい。岸辺の皆さん、本当にごめんなさい。動画を撮るようになって、大阪のホテルを検索してるときに、岸辺ってどこってなったんですよ。で、大阪府の北部のエリアに当たるんですけども、確かに僕、北部ってあんまり知らないんですよ。ちなみに大阪駅から4駅、新大阪から3駅なんですよ。なんなら岸辺の次の駅、千両下に僕住んでたことがあるんですよ。ただ1歳なんで全く記憶はありません。ちょっと話長くなりましたが、そんな岸辺にあるホテルに宿泊します。そのホテルはこちら。カンデオホテルズ大阪岸辺です。詳細はこのようになっております。今回も予約はじゃらんで行っております。一泊朝食付きホテルの最上階に位置するスカイスパ。カンデオホテルさんではもうおなじみですね。部屋タイプはお任せのチェックイン15時、チェックアウト11時。利用料金が本日土曜日です。11,628 円と、土曜日なのにこの安さ。しかもカンデオホテルさんってシティホテルの中では結構ハイクラスかなと思うんですけども、いやー、かなりお安いですね。ホームからもね、もうホテルが見えてるんですよ。で、直結ではないけども、ほぼ直結かなって感じです。それでは皆さんもご一緒に旅してる気分で最後までお付き合いください。それではどうぞ。なんか岸辺駅って大きな駅に見えるんですが、調べてみたら、駅の北側、今から僕が向かう方ですね、北大阪健康医療都市としてね、吹田市民病院とか国立循環器病研究センターなどがあるんですよ。なんじゃここ。なんか広い連絡道ですかね。歩道橋ですかね。それで外を見てみますと線路がやたらありますね。ここは貨物とかも止まるような駅でしょうかね。なんか車庫っていう感じでもなさそうなんですよね。あ、なんか自転車もいますね。自転車も通れるの？さすがに乗ってはいけないと思うんですが、で、ホテルがこちらですね。これでも結構歩きますね、ここ。そして連絡道を降りずにそのまま歩いていきます。なんか、商業施設の2階に入り口があるそうなんですよ。下が商業施設ですね。で、こちら今歩いてきた方向です。この連絡道もなかなかいい景色なんですよね。で、こちらがビエラですかね。商業施設の2階の入り口です。で、入って左側にありました。カンデオホテルズの入り口です。こちらがエントランスとなります。で、入っていくとものすごい香りしますね。やっぱりカンデオはいつもそうですね。で、エレベーターに乗って9階に行くと、最上階のロビーがあります。エレベーターは2機あって、混雑することはあまりないかなと思います。エレベーター降りたところはライブラリーでしょうかね。いやー、すごいいい雰囲気ですね。で、ちょっと目隠しになってまして、で、こちらにもね、こうやって。そしてエレベーターを出て左に曲がると、プロムナードがあって、外の景色がね、いいですね。で、奥に行くとスカイスパがあります。で、ここラウンジっぽいところが見当たらないんですよね。
で、レストランはあるんですが、こちらは朝食の時しか開放してないと思います。なので、プロムナードが活かされるかなと思います。ここはフロント前ですね。ここがラウンジっぽいっちゃラウンジですね。で、こちらアメニティコーナー。こちらもそうですね。で、下に完了グッズが売られています。で、館内着とサウナキャップいいですね。くまモンですか。で、シャンプー、リンス、コンディショナー、太陽の塔。太陽の塔は売り物じゃないと思います。で、チェックインが終わりました。で、今回の部屋は6階の617号室。で、エレベーターで降りて、エレベーターはね、カードキーをかざして、ボタンが押せるようになります。エレベーターは先ほどと同じエレベーター。はい、6階に着きました。木の壁がなんかね、暖かい雰囲気でいいですね。で、製氷機もあります。これは助かりますね。で、部屋は、左ですかね。で、この廊下ね、もうめっちゃおしゃれなんですが、この照明の当て方がね、当たってるところと当たってないところがちょうどね、なんかゼブラゾーンみたいな感じでね、いや、めっちゃいい雰囲気です。で、617号室は結構奥ですね。はい、部屋に着きました。それでは入りたいと思います。はい、入室しました。カンデオらしいおしゃれで綺麗な部屋ですね。ここはおそらくクイーンルームだと思います。で、テレビが多分起動中ですね。で、ベッドはですね、おそらく幅160センチかな。クイーンベッドと思うので、はい。まずは玄関から見ていきましょう。ホテルは廊下を挟んで両側に部屋があるタイプですね。結構部屋数多いですね。で、バゲージラックがあって、で、ハンガーが4本、下にも4本と計8本あります。で、消臭スプレーと、下にはブラシと靴べらがあります。その横には全身鏡があります。これも天井まで届きませんね。おそらく2メートル50はあると思います。そしてこちらの扉がもう分かってると思いますが、ユニットバスです。綺麗ですね。でもそこまで広くはないのかなって感じです。で、今回は大浴場があるので、さっと見るだけにしておきます。大浴場へは部屋のバスタオルとフェイスタオルを持ってきます。歯ブラシは最初から部屋にあるやつです。部屋の中に戻ってきました。また絨毯もおしゃれですね。で、こちらカウンターのような台のようなものがあります。で、この台の上の部分がね、LED で光ってて、めっちゃおしゃれです。で、上のこの棚の一番上も照明がついてて、で、ガラスと、鏡ですか、に反射して、とても明るいです。で、ミネラルウォーターのサービスとグラスとマグカップ、そしてアイスペールがあります。で、電気ケトルとドライヤーと、電話があります。コーヒーはアメニティコーナーになくて、フロントでスタッフさんに言えばもらえます。そしてこのカウンターの下の扉は上にスイッチがついているので、おそらく冷蔵庫ですね。はい、冷蔵庫が出てきました。ビジホ標準タイプって感じですかね。こちらは小上がりソファーですね。和歌山の官僚にはありましたね。で、鏡がついてます。鏡だらけです。こちらのテーブルは足元がね、
こういう風に差し込めるようになってて、ベッドで寝ながらでも使えます。壁にはコンセントが2個。そして先ほどのカウンターの後ろにも2箇所ついてます。座ってみるとこんな感じですね。リラックスできそうです。そしてベッドはクイーンサイズ、横幅160センチ。で、カンデオの館内機です。2ピースタイプでこれ着心地いいんですよね。ベッドの横の壁にエアコンのスイッチがあって、エアコンがその上にあります。やたら暖房効いてて暑かったので、ちょっと温度を下げます。両サイドにベッドライトと、そして非常灯があります。で、時計が可愛らしいですね。で、こちらはベッドライトのつまみ、調整ですね。そしてコンセントが2箇所。で、ルームライト。枕が2種類で、手前がペコンペコンですね。ペコンペコン。で、後ろ側が、これはかなり高反発な枕です。結構寝心地良さそうです。さあ、やっていきましょう。今回はどうでしょう。結構がっしりベッドメイクされてるんで。おお、いけました。おお、いけたいけた。いけたけど、ちょっと端っこがね、シュワシュワってなってるんですよ。今ちょっと本当は足引っ掛けたんですよね。そこで。折れ方は結構いいんですけどね。ちょっと端っこが気に入らんが、まあ80点かな。で、ベッドは結構沈みますね。いや、もっと高反発かなと思ったら、そうでもないですね。ちょっと腰痛いんでね。やばいかもしれないです。お楽しみの窓からの景色と言いたいところですが、すでに見えてましたね。室外機とかがいっぱいあって、なんとなく景色は見えますが、まあしょうがないか。あ、観覧車見えますね。あ、万博記念公園、エキスポシティですね。太陽の塔見えないかな。お昼ご飯まだ食べてなかったので、ホテルの下でね、何か食べようかなと思います。で、着いたら、あれさっきまでいい香りしてたのに、なんか焼き芋の匂いがしますね。あれ何これって思ったら1階に来てましたね。スーパーがあって焼き芋あるんでしょうね。きっと。ホテルの下のね、そのビエラってところが1階と2階で、1階がスーパーと、あと専門店とか入ってますね。で、飲食店見たらね、吉野家ぐらいしかないかな。あとパン屋さんがありますね。てなわけで2階に行ってみましょうか。なんかカフェとかあったんですが、ずっと行ったらね、夫婦屋ってお店がありますね。これうどん屋さんでしょうかね。いや、美味しそうですね。広々とした店内ですが、あんまりお客さん入ってませんでしたね。ちょっと時間帯もあるのでしょうか。で、こちらおすすめメニュー。レンコンまんじゅうのあんかけなんかあるんですね。で、牛肉の炙りぶっかけ。いや、美味しそうですね。で、セットかな思った。合わせてどうぞって別料金ですね、これ。なんか天むすとか。で、お酒なんかもありまして、獺祭なんかある。こちらが通常メニューですね。これ、ご飯と一緒っていうのがあります。さっきのね。だから、定食ありますね。定食にしましょう。注文は QR コードを読み取ってスマホからします。で、なんか急に番号が、何これメニュー表示され、なんか横に43ってあったから打ってみたら、しらす丼いや、違う、メニューが出てこないんですよ。で、よく見たら、このメニュー表に番号があって、これを入力して、で、注文するっていう感じみたいです。改めて注文します。で、21番は親子丼。で、ご飯の量は中盛りですね。そしてうどんとかいろいろ選べて、追加料金がかかります。
親子丼定食来ました。溶き卵の上に卵黄が乗ってます。弟でしょうか。で、きつねうどん、美味しそうです。それではいただきます。まずはおうどんから。ミニサイズでちょうどいいんですよね。もう湯気が出ててね、温まります。美味しいです。で、次は親子丼。で、見えへん。ちょっと角度が悪くてね、すいません。で、見えないなと思ったんで、見せようとしたんですが、こんだけしか見えませんでした。すいません。もうトロットロで美味しくてね、そんなに甘くなくてね、どちらかといえばやっぱりお出汁が効いてる親子丼かなと思います。で、卵黄がね、やっぱり、濃厚でね、とても美味しかったです。最後の一口いただきます。いや、美味しかったです。ごちそうさまでした。部屋に戻る前にエントランス横にコンビニがあるので寄って帰ります。部屋に戻ってきました。お楽しみ。スカイスパ行ってみましょうか。その前に混雑状況を確認しておきましょう。空いてますね。まあ16時なんでね、まだ。館内着に着替えました。黒いツーピースタイプでね、すごい着心地のいい官僚のね、館内着です。で、胸にポケットがあって、ただね、パンツのゴムがね、伸びきってるのがもうゆるゆるで、紐で縛ってもね、ずり落ちてくるので、まあちょっと我慢します。で、最上階、9階ね、奥にスカイスパがあります。で、見てください。これ、すごい綺麗ですね、街並みが。こちらの線路側も綺麗ですね。もうちょっと日が落ちるとね、もっと綺麗になるのかなって感じです。レストラン横がスカイスパの入り口となっております。のれんをくぐるとアプローチがね、温泉旅館みたいで素敵ですね。で、奥にランドリールームがありますね。洗濯乾燥機が5台ぐらいありますね。で、こちらが男湯、そして女湯。小上がりになっててね、ちょっと特別感ありますね。中へはルームキーをかざしてロックを解除して入ります。まずは露天風呂。これ見晴らしいいんですが、下がね、すりガラスになっててね、まあ、外からも見えなくするためですよね。で、この日ほんま大寒波でめちゃくちゃ寒かったんですよ。だからもう、外出た途端もうすぐ入らないと。で、お湯がね、結構熱くてね、でも顔がめちゃくちゃ寒いって感じで。で、柵の上から覗こうとしたんですが、もう寒くて立ってられません。そしてこちらが宇宙。で、結構ぬるいのかなと思ってたんですけども、翌朝、先にね、露天入る前にこちら先入ったんです。そしたら結構いいお湯加減でした。多分、露天の方がめちゃくちゃ暑かったんで、ぬるく感じただけなのかなと思います。だから入るんだったら先に宇宙入った方がいいと思います。そして洗い場は5つかな。ちょっと少ないですが全然足りました。あと右側に水風呂があります。で、水風呂があるならもちろんサウナがあります。で、結構サウナ入られてる方多いですね。で、サウナ出て水風呂入って、次は、露天のところでクールダウンしてまたサウナって感じですかね。そして女湯の方はミストサウナーですね。で、シャワーってどういう使い方するんですかね。ちょっとわかんないんですが。いや、いいお湯でした。ただね、露天風呂入ったらね、ほんと暑いのと寒いのが入り混じってね、もういつ出ていいかわかんなくなってね、ついつい長湯してしまいました。さあ、それでは夜までゆっくりしようかなと思います。では、後ほど。
はい、夜になって20時を回りました。今外にやってきて、駅の南側に行ってみようかなと思います。で、南側にやってきたんですが、何にもないです。家とかはありますけども、お店は土曜日なんで、やってる店も少ないですね。なので、戻ってきました。それで循環器病研究センターのところを、北に向かって歩こうかなと思います。お昼うどん食べたんですが、もう寒いんで、ラーメン食べようかなと思いましてやってきました。来来亭です。来来亭のラーメンはあっさりスープの京風醤油ラーメンですね。店内はカウンターとテーブル席に分かれてて、カウンターが結構ね、長くてね、10人以上は座れると思います。はい、やってきました。チャーシュー麺に煮卵のトッピング。そしてスープ、背脂、ネギの量は普通で注文しました。このスープがね、やっぱりあっさりでね、コクがあって美味しいんですよ。ゆっくりとラーメンを食べてるところを動画撮りたかったんですが、僕はここで大失敗を犯してしまいました。この後です。なぜか録画が止まってました。もうなんで？ちょっともう一回見ますよ。スマホのモニターはこの後ろにあるんですけども、で、こうセットして手離したら消えるんですよ。なんで？マジでなんで？もう今日こんなんばっかりですね。もうこの親子丼もね、ちょっとちゃんと撮れてませんでした。もう本当に申し訳ないです。本当ごめんなさい。なので、ちょっと静止画でね、説明いたしますと、いわゆるあっさり系の醤油ラーメンで、とても味わい深いです。僕はあっさり系好きなんですが、これでもうちょっとね、いろいろ変えてみたいなと思ったら、いろいろトッピングもできます。辛ニラとか、キムチ入れたりとか、あと、こってりにしたりとかもできますし、赤味噌とかもできます。なので、あっさり系はいわゆる自分でカスタマイズしていろいろ味を変えていくっていう食べ方がいいと思います。ごちそうさまでした。ラーメンで体温めたけども、寒くていち早くホテルに戻ってきました。一旦部屋に戻って製氷機の氷をもらいに来ました。寒い言うててね。で、この製氷機ね、蓋がついててね、アイスペールを中に入れても飛び散らないんですよ。1個飛びましたけども。いや、これはありがたいです。で、今夜は酔わない梅酒にしました。ノンアルです。確かにね、梅酒って梅酒を飲んでよーとは思いませんね。確かに。アルコールは求めてないかもしれないです。なので、やっぱりこれいいと思います。味は本当に好きなんで、梅酒の味はね。いやー、いい色。では、いただきます。いやー、美味しいですね。あと、下のスーパーでね、よっちゃんスルメイカ。出た、ポテトフライ。そして、じゃが塩バター。これ、両方4枚入りなんですよね。まずはポテトフライ。チキン味でね、もういかにもジャンクな食べ物って感じしますね。ちょっと割れないのでそのままいきます。やっぱりうまいですね。もうこれなんぼでもいけますね。で、次はじゃが塩バター。ちょっとかけら出てきたんで、さっき食べうまいですよ。これが。ほんまに、じゃがいものふかしたやつにバターをつけて食べてるって感じです。本当に美味しいです。で、最後によっちゃんスルメイカ。僕のチャンネルを昔から見てくださってる方なら知ってるかもしれませんが、僕は駄菓子屋の孫なんですよ。母方の、祖父が駄菓子をやってまして、いやもうこれうまそう。ほんまにこのちっこいのね、いいんですよ。
いや、このスイーのがもうたまりませんね。一口サイズなんでね。いや、美味しいです。ちょっと話それましたが、やっぱりね、昔ながらの駄菓子ってね、ついついね、手が出ちゃうんですよね。やっぱり懐かしいですね、こういうのは。それでね、下のスーパーでね、このバヤリーズが安かったんでね、買ってしまいました。しょっぱいのが続いたんで、甘いの行きましょう。こちらはコンビニで買ってきました。マリトゥッツォ。マリトゥッツォいちごソースっていう、これシュークリームでもないけ、開けてびっくりです。パンに生クリームがサンドされてて、もうこの量すごいです。で、下にいちごソースが入ってますね。もうかぶりつきましょう。いや、これがね、もうめっちゃ美味しかったです。いや、これね、パンで挟んでるからめっちゃ食べやすいんですよ。で、やっぱりホイップクリーム、いや、それとイチゴのソースがやっぱり美味しいですね。甘くてね。はい。まあ、美味しいのはいいけど、明日からダイエットします。もうだいぶいい時間なんで、そろそろ寝ようかと思います。夜になるとちょっと景色、いい感じになりましたね。観覧車光ってますね。いやおやすみなさい。おはようございます。ただいま朝の5時です。本当は4時に起きて誰もいないであろう大浴場に一人で入ってやろうと思ったんですが、二度寝してしまって5時になりました。そしたらサウナ部みたいなことをしてる中学生2人がいました。お風呂から上がってゆっくりして現在8時半。そろそろ朝食にしたいと思います。朝食は6時半から9時半。ラストオーダーが9時です。朝食会場は9階の、スパに行く途中にあるカンデオプラザでいただきます。よくよく見たらそんなに広い会場ではありませんね。ただ、両側に窓があるので、結構明るい店内なんですよ。というのは、両サイドにね、この大きなガラスがあるので、外光が差して結構開放感のある広々とした感じの、レストランです。料理はビュッフェ形式で結構美味しそうな料理が並んでますよ。ただね、思ってるほど料理の品数は多くないかなと思います。で、今朝の1膳目はこんな感じですね。で、肉じゃがっぽいのがね、なんか2種類あって、こっちは肉じゃがなんですよね。もう一個のは何かわかんないですけど、美味しそうだったので。で、いただきます。でね、このサラダなんですが、サラダのところの横になぜかタコスの具材が置いてあって、で、ひき肉ですかね、これ入れてしまったんですよ。で、危うくサルサソースまでかけそうになったんですが、それでこのね、焼き魚、これホッケなんですよ。ホッケって開きでしか見たことないんですけどね、一瞬サワラかなんかかなと思いました。で、これ、肉じゃがのじゃがいもなんですが、皮付きなんですよ。皮付きなんですかね。まあ、美味しいので OK です。そしてやっぱりカレーですね。で、カンデヨさんはね、だしカレーとスパイスカレー2種類あって、前、だしカレー食べた時ね、全然辛くなかったんですよ。で、今回ね、ちょっとスパイスカレー挑戦します。で、辛いかなと思ってちょっと心配してね、食べたんですかね。いや、これが美味しい。めっちゃ美味しかったです。で、全然辛くなかったです。ちょっとだけスパイス効いてるかなって感じで。で、具なしカレーだったので、肉じゃが入れてみました。もう完全に普通のカレーですね。
人参、玉ねぎに、じゃがいも。いや、これも美味しいですね。味は少し変わっちゃいますけども、全然美味しいです。最後にデザートをいただきましょうか。右側がフルーツの盛り合わせですね。マンゴーとかね、オレンジとかでね、なかなか甘くて美味しかったです。そしてみたらし団子。こちらのみたらしがね、結構醤油っぽくてね、まあ、好みにはよりますけど美味しかったです。そしてもう一つ、パンプティングです。いわゆるパンプキンケーキかなっていう感じですかね。それでなぜかフォークがなかったんですよね。で、もうスプーンで取ろうと思ってもなかなかすくえなくてね、もうひっついてて、で、食べるとこもちゃんと映ってなくて、ただね、これめっちゃ美味しかったです。で、かぼちゃの甘さとバターが練り込んであるから濃厚でね、それでしっとりしててめっちゃ美味しかったです、本当に。いや、お腹いっぱいになりました。ごちそうさまでした。食べ終わって外を見たら雪が降っていました。寒そう。それではそろそろ帰ろうかなと思います。それにしても本当に静かなホテルでした。こんな静かなホテル、なかなかありませんね。ありがとうございました。では、チェックアウトしてきます。それでは評価の方をやっていきたいと思います。まずはアクセス。駅のすぐ横にホテルはあるんですが、改札出てからの連絡道のあの長さ。だからめちゃくちゃ歩くんですよね。確かに近いのは近いです。ただその距離考えたらね、まあ5はちょっと無理かなっていうことで4にしました。そして立地なんですが、ホテル周辺はね、まああんまりね、繁華街ではないので住宅地ではあるから、だからお店とかちょっと少ないかなという感じはします。ただまあホテル内にね、スーパーあったり飲食店もあったりコンビニもありますんで、それはいいかなと思います。あとまあ、大阪駅やら新大阪ね、あと万博、京都にもね、すぐに行けますので、そういう面では立地はいいかなと思います。建物設備はね、やっぱり最上階のロビーとそしてレストラン。なんといってもスカイスパが本当に良かったですね。あと、エントランスはね、いい香りがしてましてね。ただ1階はね、焼き芋の匂いがしてました。部屋はですね、これまでのカンデオホテルと比べるとっていう感じはしますけど、でもおしゃれで綺麗でね、ちょっと広めで、ベッドもね、やっぱりクイーンサイズはね、魅力ですよね。ということを考えたら、まあ3ぐらいが妥当かなと思います。サービスはね、やっぱりスカイスパはね、いいんですが、それ以外って考えると特になんか特徴はないかなと。あと、自販機がなかったんですが、まあ、下にね、コンビニがあるのでいいかなと思います。そして朝食なんですが、レストラン会場のね、景観はすごい良くてね、ご飯も美味しかったです。ただまあ、陳列とか見てたら、うんっていうのがね、ちょこちょこありました。で、特にね、サラダの横にね、タコライスの具材がね、置いてあって、ご飯は全然反対側にあったんですが、だから、うん、ご飯の横に置いてくれたらなっていうのはありましたね。そういう面で、まあ、っていう感じですかね。で、総合評価は3.3。カンデオというブランドを考えたらコスパはめちゃくちゃ良かったと思います。そして何より静かでしたしね。あとスカイスパはね、本当にいいです。あれはめちゃくちゃ気に入ってます。まあ、なんですか。
ここに来る前にね、あらかじめお店とか調べてたんですよ。ただまあ土曜日ってこともあって空いてないからまあ早々に諦めたんですが、駅の南側行った時もね、もう少し歩いて行ったら阪急の小尺駅っていうのがあるんですよ。まあそっちの方まで行ったら何かしらあったかなというふうなね、ちょっと反省もしています。そして朝スカイスパ行って、サウナ部みたいなことをしている中学生ぐらいの男の子2人いたんですよ。で、僕最初入った時はいなくて、サウナちょっと覗いてみたんですよ。そしたらえらい温度下がってまして、70度ぐらいでしたか。で、その後に中学生ぐらいの男の子2人が入ってきて、サウナ入って出たりしてるんでね、これ正解なんかな、どうかなと思いながらちょっと見てたんですが、まあ最近ホテルのね、大浴場にもサウナがね、設置されてること多いと思います。で、24時間やってるようなところは、まあ僕の経験上、大概朝はね、温度がめっちゃ下がってます。あくまでも僕の経験上なんで、朝はゆっくりね、お湯に浸かって、いい一日をスタートさせましょう。それでは本日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、そしてコメントもよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。